雪の降るクリスマスの夜。-3度の中、私は帰り道を急いでいた。さっきまでスーパーで流れていたクリスマスソングが耳に残る。せっかくのクリスマスだし、パーティー気分で奮発してローストビーフにシャンパンを買ってしまった。まあ、たまにはいっか。そう自分を甘やかしながら家に帰る。今日は良い子がプレゼントをもらえる日。私もこれくらい贅沢したって罰は当たらない。ウキウキして帰宅。玄関を開けようとすると、足元にもぞりと何かが動いた。とっさに足を引いて、それから離れる。するとそれはさらに左右に揺れ、上に積もっていた雪が落ちた。あらわになったそれと目が合う。私は絶句した。どうしてここにいるの？ 5 歳の孫が自宅の前で凍えていた。パニックになりつつも、さっと孫を抱きしめる。小さい体はすっかり冷たくなっていて、私はさらに青ざめた。一体いつからここにいたんだろう。パパとママはクリスマスは家族で楽しむって。弟だけが家族だから僕は出て行けって。え？何度もママに入れてってお願いしたけどダメだって。寒かったからおばあちゃんの家に来たの。その言葉に衝撃を受ける私。家族で祝うって、この子も家族じゃない。孫は今にも泣き出しそうだった。孫は夫の連れ子だったため、今の妻は孫に対して冷たい態度をとっているのは前々から感じていた。だけど、こんなことをするなんて許せない。孫を家に入れた後、すぐに嫁に電話をかけると、ああ、そっちに行ったんですね。今日くらい家族で過ごしたいんで、邪魔な子はそっちで預かってもらえます？気が向いたらまた迎えに行きますよ。一方的に電話を切られてしまった。雰囲気で何かを察したのか、泣きそうになっている孫を私は静かに抱きしめる。大丈夫よ。あなたには。偽物は捨てて、本当の家族をプレゼントしてあげるから。早くに夫を亡くした私は、女手一つで息子の雄太を育ててきた。仕事をしながらの子育てはとても大変で、雄太と過ごす時間も限られたものだったが、二人でどうにか乗り越えてきた。雄太が自立してからは、以前よりはのんびりと仕事ができ、定年後もパートで働いているが、気ままなものだった。経済的な余裕がなかったため、雄太を大学には行かせてやれなかったものの、地元に就職して頑張って働いている。雄太は早々に結婚し、孫もできたが、どうやら嫁が不倫。元嫁は雄太の高校時代の後輩で、穏やかで可愛らしい子だったので、まさか不倫をするなんて。夫を亡くし、パートナーがいないことの悲しみを痛いほど知っている私からすれば、不倫をするなんて信じられないことだった。孫の親権は雄太に渡り、離婚手続きもあっという間に終わったので、元嫁と話す機会はほとんどなかったが、とても会う気になれなかったので、それでよかった。不倫された雄太。母親がいなくなった壮太が気の毒だったが、1年ほどで再婚。ほら壮太、ご飯できたよ。新しい嫁のミナは、元嫁よりも年下だが、しっかりした子で、
連れ子になるソータのことも可愛がっている。ありがとう、みなちゃん、お母さん。まだ慣れない様子ながらも、ミナに懐いているソータ。ソータの居場所がどうなるのかと案じてもいたが、ミナがしっかりした子だから安心ね。そのうち、ユータとミナの間にも子供ができ、孫のカナタが生まれた。今は家族4人で、一駅離れたところに住んでいる。時折遊びに行くが、楽しく過ごしているようで、ユータと2人で生きてきた私にとっては、羨ましくなる光景で何よりだった。数年が経ち、ソータは5歳、カナタは3歳になった。2人ともいい子に育ってはいたのだが、どうも2人に対する態度に差があると感じる。というのも、弟のカナタには、スポーツから音楽、チークといった幼児向けの学習塾に通わせて英才教育をしている。一方、兄のソータは何もさせてもらえていない。嫁のミナに聞いてみるが、あの子が何もやらないって言うからいいんですよ。これ以上はお金もかかるし、やる気がないんだからダメです。の一点張り。だけど、ソータが前々からサッカーに興味を持っていて、サッカーボールなども欲しがっていたことを私は知っているのだ。だけどね、皆さん、あの子は優しくて控えめな子だから、連れ子だし、うまく言えないこともあるわ。それじゃあお金出してくださいよ。お母さん知らないでしょ。今時の習い事にお金がかかること。そう言われると弱い。シングルマザーだったこともあって、貯蓄は多くないし。それに、サッカーとかって保護者の当番仕事もたくさんあって大変なんです。私も仕事してるし、忙しいんですよ。お金は出してあげられないけど、送り迎えくらいならできるわ。皆さんが大変なのもわかるけどね。お願いよ。おいおい、おふくろ。そんなに皆を困らせるなって。嫁いびりになるぞ。そんなつもりじゃ。カナダの方がいろいろ才能ありそうだし、頑張らせてやりたいんだよ。そんな言い方ないじゃない。それじゃソータには何の才能もないみたいじゃない。そう言いかけたが、ユータが皆さんの味方をしていては、埒が明かず、それ以上は何も言えなかった。こんなのってないわ。それ以降、目に余る場面が増えてきた。誕生日などのお祝い事では、ソータにはお祝いもそこそこに、適当なプレゼントだけ渡して終わり。カナダの時は盛大に祝って、どれだけ高くても欲しいものを与えている。3歳なんて目に入るもの全部が目新しくて欲しくなるもの。買ったってすぐに飽きてしまうんだから、少しはソータが欲しがるものを買ってあげたっていいのに。それをユータとミナに言ってみるが、習い事の時のようにあしらわれてしまう。仕方がないので、たまに私がソータに何か買い与えると、お母さん、簡単に物をあげないでください。何でもかんでももらえると思う子になるじゃないですか。カナタにばっかり買い与えて、ソータがかわいそうよ。確かに我慢も大事だけど、限度があるわ。いくら結婚して籍を入れたからって、お母さんとは別の家庭です。うちにはうちのやり方があるんです。こんな調子である。ああ言えばこういうのお手本みたい。しかも、そんなことを言いながらも、たまにうちに遊びに来るのだ。そんな時でもソータのことはお構いなしで、カナタとばかり過ごしている。きっと、私にソータの相手をさせて、カナタと過ごすために来ているのね。ねえ、お母さん。僕ね、保育園のかけっこで一番だったんだ。そんなミナに対して、ソータはけなげに話しかける。ママ母でも、ソータにとっては母親。カナタが生まれる前までは可愛がってもらっていたことも覚えているのだろう。
だが、ミナはそんなのお構いなしに適当にあしらう。へえ、そうなんだ。ほら、おばあちゃんにも教えてあげな。そう言われて、困ったような、悲しいような表情で、私のもとに来るソータ。ソータ、かけっこで一番だったんだね。お父さんも昔は足が速かったのよ。親子ね。うん。代わりに私が褒めてあげると、一応は嬉しそうにしてくれるものの、ちらちらとミナの方を見る。その後も自分の話を聞いてもらいたいと何度もミナに話しかけるが、結果は何も変わらない。頑張るソータの背中が小さく震えたように見える瞬間もあり、痛々しくて仕方ない。そんな中、ご近所さんのお子さんが使わなくなったおもちゃを譲りたいと持ってきてくれた。段ボールいっぱいにおもちゃがあったが、一つだけ大きく丸いものがあった。サッカーボールだ。僕これがいい。目を輝かせてボールを手に取るソータ。よかったね。日頃の行いを神様が見ていてくれたのね。ソータの喜ぶ姿に私も思わず嬉しくなってしまう。その喜びもつかの間、思いもよらないことが起こる。ボールちょうだい。弟の彼方もボールを欲しがったのだ。しかし、ここばかりはソータも譲れない。ダメ、これは僕の。とっさのことだったのだろう。ソータはサッカーボールを取られまいと片手を突き出す。その手はちょうど彼方のお腹に当たってしまい、突き飛ばしてしまった。ボール。びっくりしたのもあって、彼方はポロポロと泣き出してしまう。ああ。ソータ自身もびっくりして固まっている。子供同士のことだからこんなこともあるわ。どちらが悪いわけでもないので、ソータに声をかけようとした瞬間、ソータが目の前から消えた。バシーンと大きな音とともに、ソータの体が飛び、崩れ落ちる。何してるの、ソータ！あまりの出来事に、私も大きな声を上げる。何してるの、皆さん！膝をついてうつむいているソータに駆け寄り、抱きしめる。あまりのことに声が出ないソータ。しかし、大粒の涙がこぼれ落ち、可愛らしい顔がくしゃくしゃになっている。いくらなんでもやりすぎよ。いいえ、これは教育です。小さな子を突き飛ばしてまで欲しがるなんて。当たり前よ。普段どれだけこの子が我慢していると思ってるの。そうだ。ソータは悪くない。好きなもの、欲しいものもあるだろう。でも何より、母からの愛情がたくさん欲しい年頃。それを普段からどんなに我慢していることか。そんなところに現れたサッカーボール。こうなって当然だわ。前から言ってますけど、うちの教育に口出ししないでください。ほら、かなた、大丈夫よ。悪いお兄ちゃんはお母さんが懲らしめておくからね。かなたを抱き上げ、ソータに冷たい視線を向けるミナ。あんたはお兄ちゃんなの。お兄ちゃんは弟に優しくしないといけないし、我慢もしないといけないの。まだ涙が止まらず、おえつまじりに息をしながらも、ミナをじっと見つめるソータ。ごめんなさい。ソータは小さくそう言うと、ボールを彼方へと渡し、家のどこかへ走って行ってしまう。たまらず追いかけると、昔息子が使っていた部屋でうずくまっていた。ソータ、あなたは悪くないわ。ずっと欲しかったのでしょ、サッカーボール。こんなことなら、おばあちゃんが買ってあげたらよかったわ。できるだけ優しく声をかけ、もう一度抱きしめようとすると、お母さん。
泣き出した。とても大きな声で。何度も何度もお母さんと泣き叫ぶ。聞かなくてもわかる。お母さん。それは元嫁。身につまされる。こういうことを言うのだろう。私は何も言えず、ぎゅっとソータを抱きしめることしかできなかった。どうにかしなくちゃ。でも、どうすれば。必死に考えるが、すぐに解決策など出るはずもない。部屋に響くソータの泣き声。それを嘲笑うかのように、遠く聞こえるミナとカナタの笑い声が憎らしかった。あの日、時間はかかったものの、ソータはどうにか泣き止んでくれた。ごめんね、カナタ。目を晴らしながらも、もう一度カナタに謝る。わかればいいのよ。一体どっちが大人なのかしら。小さな体で懸命に生きている。これじゃソータは幸せにはなれないわ。息子のユータにも言ってみたが、叱られてしばかれるなんて普通だろ。おふくろだって俺のことしばいたりしたじゃん。気にしすぎだって。それはそうだけど、あれは度が過ぎてるわ。連れ子のソータも大事にしてるけど、子供が二人だといろいろ大変なんだよ。みなも頑張ってるんだし、おふくろは子供がいる大変さはわからないだろ。確かに子供はユータ一人だった。二人以上いる家庭の大変さは、友人や近所の人から聞く程度の知識。ユータに言っても言いくるめられる。口ぶりからも皆さんの味方だ。家ではどんな感じなのかしら。義実家とはいえ、よその家であんな調子。うちではもっと厳しくされているのかと思うと、ぞっとする。だけど、お金もなければ、頼りもない。夫が生きてさえいれば違ったのかしら。ついつい弱気になってしまう。悶々としながらも、季節は移ろいゆき、気づけばもう冬。今年は例年にない冷え込みで、クリスマス頃には積雪の予報。あれから皆さんがうちで荒れることはないが、ソータに釣れない態度を取るのは変わらなかった。ソータはクリスマス、サンタさんに何をもらいたいの？僕は何でもいいよ。あの泣き叫んだ日以来、ソータは余計に我慢している様子が強い。クリスマスに欲しいものを聞いても考える素振りもなく何でもいいという。重症だわ。いっそ感情的になってくれた方がまだわかりやすい。ソータの気持ちが推し量れず、欲しいものもわからず、私は困る一方。今年は寒いらしいから、暖かいマフラーでも編んであげるわね。ほんと？ありがとう。おばあちゃんはいつも優しいね。時折見せてくれるソータの笑顔に癒されていると嫌な声が聞こえてくる。ほんとね。お母さんと違って優しいね。そんなことないよ。お母さんも優しいよ。わざとらしく会話に入るミナ。いやみったらしいことこの上ない。ユータはミナさんが頑張ってるなんて言っていたけど、まったくね。そして迎えたクリスマス当日。どうにか間に合ったわ。ソータと約束していたマフラーがどうにか編み上がった。赤と緑のクリスマスカラー。喜んでくれるといいのだけど。そしてもう一つ、同じデザインで大人用のサイズも用意してある。これでお揃いね。それぞれを袋に入れて、あとは渡すだけ。私は包装用の袋を買いに出かけた。帰りがけにスーパーでシャンパンとローストビーフ、そしてクリスマスチキンが2つ。ユータが家を出て以来、二人きりのクリスマス。
本当は一人だけど、気持ちはいつも夫と祝っていた。夫がいた頃は、ゆうたも合わせて三人で楽しかったクリスマス。思い出に浸りながら帰路に着く途中、雪が降り始めた。本当に雪が降ったわ。頬が冷気で一段と引き締まる。急いで家に帰ると、玄関前に誰かがいる。誰かしら、こんな時間に。そこにいたのは、孫のソータだった。どうしたのこんな時間に。しかも、ゆうた、みなさんの姿が見えない。家族で祝うから出てけって。その言葉に衝撃を受けた。家族で祝うって。ソータも家族じゃない。ゆうたは何をしているの。私の中で何かが切れた音がした。急いでソータを家に上がらせて体を温めてやる。お腹も空かせているようで買ってきたチキンを食べさせる。するとソータは安心したのか、こてっと寝てしまった。サンタさん、来てくれるかな。眠る際に小さくつぶやくソータ。とても悲しそうな目をしていた。寝入ったのを確認して、私はすぐミナに電話をかけた。何ですかお母さん。今みんなで楽しんでるとこ。どうしてソータを放置したの？そこからはまくし立てるようにミナさんを怒鳴り散らした。雪が降るこんな日に一人置いていかれたこと。仲間外れにされて家族ではない扱いをしたこと。そもそも普段から明らかに態度がおかしいこと。あげればキリがない。お母さん落ち着いてくださいよ。だいたいソータの方がおばあちゃんがいいって言ったんですよ。こっちは連れ子だからって特別扱いせず育児してあげたのに。あれのどこが育児よ。もう立派な虐待じゃない。ちょっと、ヒステリックにならないでくださいよ。とりあえずソータはそっちに預けますんで、まあ適当なところで迎えに行きますね。一方的に切られた。話にならない。全く話にならない。すかさず私は警察と児童相談所に電話を入れた。今日のことやこれまでの経緯を話すとすぐに来てくれた。身体的な虐待はないようですが、ソータ君の話からは十分な虐待と言えます。気持ちが収まらない私だったが、冷静な職員さんや警察のおかげで少しずつ冷静さを取り戻せていた。ソータの話によれば、ユータが仕事の間にソータを家に置いていったようだった。ただ、このまま保護するとなると、施設でのお預かりになってしまいます。親権は息子さんにありますし、ソータ君の気持ちを考えると。私が保護します。私がもっと早くそうしてあげればよかったんです。手続き的なこともあるので、数日はどうしても施設での保護になるが、その後は私が保護できるようにしてくれる予定になった。寝ているソータを起こし、経緯を話す。施設のことを聞くと嫌がるソータ。私が必ず迎えに行くことを伝えるが、やはり怖いようだ。そこで職員の方と相談し、今晩はうちに泊まり、明日から数日、施設に入るのはどうかと提案があった。どうにかソータを説得でき、今晩はこのままゆっくり過ごすことになった。変な時間に起こされたためか、ソータは目が冴えたようで、眠る様子はなかった。そういえば、お風呂に入ってなかったわね。せっかくだから入ってしまいましょ。ソータを先に行かせて、着替えの準備などをしていると、電話が入る。ミナからだ。ちょっとお母さん、どういうことですか？なんでうちに警察が？しかも虐待って。当然よ。幼い子を夜に放置して。俺が虐待じゃなければ何かしら。ミナは電話越しにああだこうだ騒ぐが、警察に取り押さえられたのか、
声が聞こえなくなり、ぷつっと電話が切れた。かなたもまだ幼い。母親がいきなりいなくなるのはかわいそう。だけど皆さんは報いを受けなくてはいけないし、反省する必要がある。反省するような子だとは思えないけど。夜からとはいえ、あんなことがあり、どっとくる疲れ。それを癒すように、そうたと一緒にお風呂に入り、体を温める。お風呂上がり、二人で蜂蜜入りのホットミルクを飲む。お世辞にも大きいとは言えないけど、目の前のクリスマスツリーのイルミネーションがきれいに点滅している。おばあちゃんは僕の家族？そうたがぽつりと言う。ええ、そうよ。家族よ。あなたはとても大切な孫よ。そっか。ねえおばあちゃん、僕家族が欲しいな。サンタさんにお願いしたら聞いてくれるかな？そうね。きっと叶えてくれるわ。だってサンタさんだもの。サンタさんはね、いい子にはとびっきりプレゼントをくれるのよ。楽しみだな。サンタさん遅いね。そうたも疲れているのだろう。また船を漕ぎ出す。ピンポーン。突然、インターホンが鳴る。誰か来たの？サンタさん？私は何も言わず立ち上がり、手招きで玄関の方にソータを連れて行く。不思議そうな顔のソータ。とてとてとこちらへ来る。玄関の前に立たせ、ソータの後ろから声をかける。ほら、ソータ、きっとサンタさんよ。でもね、サンタさんは恥ずかしがり屋さんだから、おいでって言ってあげないといけないの。わかった。サンタさん、おいで。ソータがそう言うと、ゆっくり扉が開く。そこにいたのは、きれいな緑髪で、柔和な笑顔を浮かべた、きれいな女性。メリークリスマス、ソータ。お母さん。そこに立っていたのは、ソータの本当の母親である、まなみさんだ。遡ること1週間前。いつものようにパート勤めを終え、帰路についていた時である。お母さん、お久しぶりです。あなたは、まなみさんじゃない。突然声をかけられ振り向くと、そこには元嫁のまなみさんがいた。離婚して以来会っていないが、あの頃と変わらず、きれいな緑髪をしていた。違うのは、あの頃に比べて、目がずっとまっすぐなことだ。今更だって思われるかもしれませんが、ソータに会わせてもらえないでしょうか。深々と頭を下げる。何事かと道行く人が視線を向ける。こんなとこじゃなんだわ。どこかでお話ししましょう。二人で近くにあった喫茶店に入る。そこで聞かされたのは驚くべきことだった。話によれば、実は不倫をしていたのはユータの方で、さらにその相手がミナだったというのだ。もともと控えめな性格なこともあり、結婚前からユータは亭主関白。特にまなみさんが出産を機に仕事を退職してからは悪化したという。ユータさんが不倫をしていたのは知っていました。でもお金がないし、一人じゃソータを育てられないので我慢していました。皆さんと結婚するために離婚するってなった時も、ソータをお金で困らせたくなくて、きちんと育ててくれるって約束で身を引いたんです。にわかには信じられない。ユータがまさかそんなことをするなんて。これを見てほしいと差し出された紙には、ユータとミナさんのメールのやり取りが印刷されていた。ユータさん、私が何もできないと思って、スマホのロックもかけずに置いておくことが多かったんです。いつかソータを迎えに行けたらという気持ちで、少しずつ証拠を取っておいたんです。内容は痛々しいものだった。
とても一児の父が書くことではない。こんなことって、まなみさん、ごめんなさい。私ったら何も知らないで、話を聞きもせずに、ずっとまなみさんが悪いと思ってたの。頭を抱えるしかない。あのバカ息子。でも、あんなバカ息子にしたのはきっと私。気にしないでください。弱かった私がいけないんです。あれから仕事について、貯金もできました。今なら、ソータを迎えに行けます。ソータはどうしていますか？確かにあの頃は、自信なさげに、いつも微笑んでいた。でも、今は違う。まっすぐと私を見つめている。力強い。そう、母親の目だ。私はありのままを話した。するとまなみさんは顔面蒼白になり、口に手をやる。まさか、そんな、私がもっとしっかりしてれば。そう言って泣き出す。いや、まなみさんは悪くない。悪いのはゆうたとみなさん。そして何もしようとしなかった私。お母さん、私、ソータを迎えに行きます。今からでも。ちょっと待ちなさい。気持ちはわかるけど、親権はゆうたにあるし、無理に連れて行こうものなら警察沙汰になるわ。まなみさんが迎えに行けば、ゆうたは養育費を払う必要がある。しかし、かなたにあれだけ熱を上げているくせに、お世辞にも良い給料とは言えない。なんだかんだ理由をつけて払わないだろう。お金はいいんです。ダメよ。お金は大事よ。ソータを守るためにも。私の境遇を知っているでしょ？お金は大事だ。大切なものを守るためには必要な力。それを私は痛いほど知っている。これだけ証拠があれば、親権を移したり、慰謝料を請求したりできるはずよ。少し時間はかかるけど、弁護士を挟んで、しっかり対策した上で、ソータを迎えに来なさい。それまでは私が頑張るから。お母さん、わかりました。目に涙を浮かべているが、表情は決意に満ちていた。それから法律事務所に相談に行き、具体的な対策を練っていた。そして、年明けには本格的に動き出せそうという時に、今回の事件が起きたのだ。実は、警察を呼んだ後に、まなみさんにも連絡していた。まなみさんを見るや否や、嬉しそうに駆け寄るソータ。ソータ、ごめんね。ずっと寂しい思いをさせて。これからはずっと一緒にいるからね。ぎゅっとソータを抱きしめるまなみさん。ソータも、お母さん、お母さん、と嬉しそうに何度も呼んでいる。ほら、おばあちゃんの言った通りでしょ。ソータがいい子だから、サンタさんがお母さんを連れてきてくれたのよ。そうなの、とソータは、まなみさんに視線を向ける。それに一段と優しい笑顔で答えるまなみさん。さあ、二人とも、いつまでも玄関にいたんじゃ、体が冷えちゃうわ。こっちで休みましょう。それから私たちは、遅くまでたくさんのお話をした。そして、身を寄せ合って眠った。クリスマスの翌日、ソータは一時的に施設に入った。きっと迎えに行くからね。うん。ソータからは怖がる様子を感じない。まなみさんの表情も一段と力強い。まずはゆうたに連絡し、不倫の事実を確認した。最初は否定していたが、証拠のことを言うと黙り込む。クリスマスの夜のことも、ミナさんが私に預けたと聞いていたようで、悪意はなかったが、父親としておかしなことだと思わなかったのはありえない。ゆうた、あなたには、ソータとまなみさんに対して償う義務があるわ。ミナさんと一緒に、慰謝料と養育費を用意して待っていなさい。最後まで、ゆうたは何も言わなかった。
ごめんなさいも、助けてくれも。私がきちんと育てられなかったのが原因ね。本当にごめんなさい、まなみさん。深々と頭を下げる私。そんな私の手をそっと握るまなみさん。お母さんのせいじゃないです。もしかしたらゆうたさんは寂しかったのかもしれません。でも、大人になったらその寂しさは自分で解決しなくちゃいけないんです。寂しいからって誰かを傷つけることはやっちゃダメなんです。本当にその通りだわ。きっと私の甘さがあの子をそうさせたのね。その後は弁護士を挟み、改めて親権を得ることができた。慰謝料については、息子に200万円、皆に300万円を請求できることになった。一括では払えないので、養育費と合わせて毎月振り込まれている。大きな町じゃないから逃げられないことも悟ったのか、今のところは途絶えることなく振り込まれているようだ。しかし、ゆうたの浮気癖は治らず、皆の他にいい子を見つけたようで、結局皆とも離婚した。皆はといえば、出所した後に何度も電話をかけてきて、大文句を言ってきた。お母さんのせいでカナダに習い事させてあげられなくなりました。服だっておもちゃだって買ってあげられないじゃないですか。責任取ってもらいますからね。ゆうたに捨てられ、警察に連れて行かれても、皆の根性は変わるどころか悪化していた。責任？それは親として、大人として、やってはいけないことをしてしまった二人が取るべきもの。私には関係ない。だけど、かなたがどうなるのか心配なのは確か。私の可愛い孫の一人なのだから。もし同じようにひどい目に遭うようなら、また頑張らなくちゃいけない。でも今は、気づけば時間はあっという間に過ぎ、またクリスマスの時期がやってきた。あの日以来、私たちは一緒に住んでいる。今日はそうたとまなみさんの三人でお出かけだ。二人の首には、去年私が編んだお揃いのマフラー。ねえお母さん、サンタってどんな人？そうね、とても優しくて、編み物が上手な人よ。おばあちゃんみたいな人だね。今だけは、本当の家族と過ごす時間を楽しみたい。